皆さんこんにちは、篠笛奏者の横須賀力です。本日はですね、佐野県にあります、私が、普段篠笛を吹いている時にお世話になっている秀勝さんの工房に、お邪魔したいなと思いまして、見てください。こちら早速ね、玄関先に、工房先にですね竹がいっぱい干してありますが、おそらく、最近篠笛のねこの元となる、竹がたくさん取れて今干してる段階だと思います。そこら辺もいろいろ含めて秀勝さんに聞いてみようかなと思いますので、こちらですね。じゃあ早速入ってみましょう。いるかな。はい、どうぞ。あ、こんにちは。邪魔します。はい、いらっしゃい。あ、どうもこんにちは。本日のゲストでございます。はじめましてじゃないよな。はじめましてって変だよな。そうですね。こんにちはだよな。普段秀勝さんと呼ばせていただいておりますが、はい、田口英一さんです。よろしくお願いします。竹ね、はい竹の説明ね。そうですね。緑色のあんまりないか。なるほど。これは取ってきた後の竹で、それがまあ一回水洗いをした状態。一回取ってきたら洗うって感じ。そうです。で汚れを落として、これを今度は火入れって言って、はいはいはい。あ、炭火とか七輪で炙ったりする。で炙ったものを干したのがこれ。ちょっと色が変わるってことですね。で大体天日干しを2ヶ月とか天日干しを2ヶ月、はい、すると白竹って言って、まあ普通の、白い竹が出来上がって、でその竹を今度は陰干し、室内でなんだけども、そこで3年とか3年以上寝かしてから冬にするような形です。この色が変わっていくのはやっぱり日焼けじゃないですけど、日に当たるとどんどん白くなっていく。これが違いがだいぶ変わりますね。こんな感じで。そもそもこの篠笛の竹がこんだけ緑っていうのは多分普通の人もわからないかもしれないですね。そうだね。これかなり緑。かなり真緑で、それが白くなっていくんですね。これとかは真竹。あ、真竹ですね。もう最初やっぱり緑色なんだけども、さっき言った工程をやることによって白くなる。なるほど。で、火入れっていうのは七輪でこうやってやるやつですよね。そうです。はい。七輪です。はい。実は私もやったことある、はい、一回やらせてもらって結構暑いんですよね。これがまた暑い。炭火がね。お昼は楽しいけどね。そうですね。そのまま肉焼けるからじゃあそしたら早速工房の中に行って、工房の説明をしていただきたいなと思います。じゃあそしたら、工房の中に入ってきましたけど、普段はここでここで仕事してます。はい。結構一日にずっと長い間竹掘ったりとか漆塗ったりっていうのもここで。全てここですね。そうなんですね。外の作業もちょっとあるけども、ほぼここで。そうなんですね。工房の中には、笛がたくさん、こちらは在庫ではなくてサンプルとか。サンプルが主に置いてあって、笛を作る時に物差しの笛になります。ちなみにこちらにある竹なんですけど、こちらはさっきの真竹とはちょっと違って茶色い竹がありますが、こちらの竹はすす竹。すす竹。すすの真竹で。すす竹っていうのはどういう特徴があるというか、どういうところに、あったものなんですかね。昔のかやぶき屋根。昔のかやぶき屋根の内装に使われているのがこの竹で、主にいろりから出た煙とかっていうのを浴びてこの色になってて、いぶされてる状態で、年数は100年とか200年とか、すごいですね。そういうものが基本的に多くて。なるほど。じゃあさっきの室内で乾燥させてるっていうのが100年ぐらい。そうだね。ざっとで、しかも下からいぶされて、こういう茶色くなっているっていう感じ。ロマンが詰まった竹ですよね。確かにすす竹のね鳴りもだいぶロマンの詰まった音色がねしますもんね。最高級の笛に使われる材料としては最高級の材料。今メインで使ってるのはその篠竹と真竹が基本的には一番多くて、その別の種類だとそのすす竹とか、あとは正式名称でいうと寒山竹っていうのがあるんだけども、ドレミ調の長い笛とかはその竹じゃないと
性能だと足りないので、はいはいはい、それを使って作ってる。ドレミ調の一本調子、二本調子とか、その辺になってくると。シノであんまりそういう長い節っていうのは取れにくい。取れにくかったんだけども、今シーズンから取れるところがあって、おっと、それを今年2回ぐらい取りに行って、なるほど。なので3年後ぐらいに作るそうですよね、俺同じこと思ってました。そう、一本調子とか二本調子の音色が多分こう持ってきたい方向に持っていける。なるほど。じゃああれですね、そちらがお買い求めしたい方は3年後4年後ぐらいに工房にお邪魔してそうねはい、もしくは出店場所に行っていただいてって感じですね。竹の産地の違いっていうのも多分聞いてる人は知りたいことが多いんじゃないかなと思いますけど。そうだね、竹はね、まあ一つのこの、篠竹って言ったり目竹って言ったりするんだけど、品種は同じなんだけども、その生えてる場所で全然質が違くて、例えば里山に生えてる竹と川沿い河原沿いに生えてる竹でいうと、やっぱり里山の方が密度が高くて、重い竹が取れる。比較的で川沿いっていうのは水を常に吸える状態の竹であるから軽かったりとか。さっき乾燥、竹の乾燥が終わって、で、おそらくある程度のその篠笛の長さに竹を切っていって、まだ穴の開いていない状態が、そう、こんな感じ、3年とか経ってる竹で、これから笛にしていく感じ。ここからもう普通に穴開けて、今節がちょっとはいはいはい、節のところが小さいなんだけど、この辺を広げて、で中掃除して、でセンターを決める、どこにこう中心にするか、でセンターの線を引いたらば穴の位置を決めて、下穴を開けて、で、笛の種類によっては中削ったりとかして調律をしていくような形。穴開けて、で中の調整とかでいろいろ出したい音色とか。そうだね、特にドレミ調の笛は中を削らないとオクターブが取れなかったりするので、オクターブを取るのと、あとは吹奏感を稼ぐのと、音色を作るのと音程をつけるのっていうのがドレミの笛だと。なるほど。結構ね、僕はドレミの笛をメインで吹くんですけど、かなりいろんなその笛メーカーさんによってもそれこそ、設定があるでしょ。設定があって、でピッチのね、自分の好みの吹き方でバシッと合うそのピッチっていうのがなかなか出会いづらかったりするんですけど、僕は個人的には秀勝さんの笛どんな吹き方吹いても割とバシッと合うような、毎調律、そうね、毎調律って言って吹く人に合わせた音程の作り方っていうのもやってるから。毎調律ですね、僕もやらせてもらってますけど、やっぱり息が強い人もいれば弱い人もいるから、物が同じでもやっぱ合う合わないが出てくるので、その人専用の笛を作るっていうのをやってるからね。それが一番やっぱ音程厳しくやろうと思うと一番有効的なね方法だよね。で、竹に穴開けていろいろ調整して、で笛って結構中塗ったりとか外塗ったりとか、漆塗り。秀勝さんは塗りをするときは本漆で全部のみ使ってるということで、中もすごい綺麗に塗ったりしてるんですけど、僕気になったのが何回ぐらい塗って艶を出してるんですか？基本的には4回。4回で、重要なのは塗るんじゃなくて研ぎ。なるほど。重要なのは研ぎ。下地を作って、その下地をきれいに研げば上塗りはきれいにおのずと乗る感じ。なるほど。下地が荒れてるところだとどうしても上塗りしてもつるっと感が出ない。そうなんですね。結構しっかり研いで、そこから薄く塗ってまた研いでっていうのを繰り返してる。なるほど。水研ぎだね、水研ぎ。水研ぎ。これ漆室。漆室ですね。漆って高温多湿じゃないと固まってくれなくて、で冬はこの辺は土地柄寒くてすごい乾燥してるから、いつになっても漆が固まらなくて、なんか普通にいわゆる乾燥状態だと漆は乾燥しない。そう、普通の塗料と真逆で、蒸し暑い状態じゃないと乾いてくれないので、その状態をこの木の箱の中で作ってます。ざっくり言うと須竹とか須竹の吹き漆みたいなやつは比較的クリアな音色がするかなっていうところで。なるほど。
でトラシリーズが多分一番人気があると思うんだけど、そうですね、トラシリーズはまあそのクリアとは逆でちょっとファットで雑味のある音色というかのが出るように、あえてそういう表面にそういう加工をして、なんかその雑味っていうのが僕の個人的な解釈だと、いわゆるその歪み、そのギターとかその音楽でいう歪みというか、の倍音が出るというかね、そういうところにやっぱりつながりますよね。だから僕の感覚だとむしろなんて言うんでしょう、黒トラとかの方が、マイク乗りが良くて、クリアというよりかはやっぱりその太く聞こえるというか、だからあれですよね、そういう使用用途によってもそういう変わる変えていくと、黒トラのがね竹が振動しやすくなる。なぜかというとこう笛を硬いもので覆ってるから、外に吹いた息の圧力が逃げないから竹にしっかり伝わって鳴りがあって、それがまあ吹き下ろしとかすだけだと比較的分散しやすい。トラシリーズは秀勝さん以外になんかそういうなんか同じ技法を使って作ってる人ってあんまり僕見かけたことなくて、多分いないんじゃないのかな。でもすごいいい意味で特徴的な音がするから、そうね、秀勝さんの代名詞と言っても過言じゃないか、見た目と中身の両立が一番うまくいってるかなっていうところの。確かに見た目もだいぶインパクトあるというか、面白い見た目してますもんね。そうだね、黒い笛っていうのがあんまりないのかな。黒っぽい笛っていうの、まあ黒のね、全部塗ってる塗り笛とかはありますけど、ああいうなんかトラ柄の黒はないのかもしれない。テクスチャー的にも面白いですし、女性の人とかはね、リップつけてても滑りにくいっていう、ザラザラしてるから表面が。確かに汗で滑りにくい。確かに手汗ね多い、僕も結構手汗多いですけど、滑りにくいですね。経年変化、最初は真っ黒だったけどだんだん使っていくに茶色くなってきたりするじゃないですか。そう、漆が透明感が増してくるんで、その濃い部分は濃いまんまで薄い部分は薄くなるような形で、経年変化もすごい楽しい一つかなと。そしたら今からですね、秀勝さんの作業風景を実際に見させてもらおうかなと思います。お邪魔にならない程度に。でまずあれですね、竹の頭の長さをちょっと余分なところを今切って、でこれをまあ笛にしていくような形で、まあこれかじりがちょっと小さいんで小型ので広げます。刀を使う技術、ある程度の大きさにして、でここから節をちょっと、ここもね、狭いでしょ。狭いですね。これをねちょっと抜きます。抜きました。そしたらですね、センターを決めます。竹の、笛のこの指穴とか歌口を、穴を開けるためのセンターを決めるということですね。竹も実はまん丸じゃなくてちょっと楕円形になってる笛が竹がほとんどだから、それによって場所がねやっぱりどうしても変わってきますね。僕の独り言ですけど、この竹のセンターを開けるときにたまにね手の小さい女性の方が吹く用の笛とかだと、秀勝さんは指の、長さに合わせてちょっと穴を気持ち内側に寄ってね来たり、寄せたりしてくれることがありますね。特に長い笛とかだとね、まっすぐ穴が開いてると指が届かない場合が多いので、そういうのを考えて穴開けてくださることが多いですね。これ今日っていうか物差しの笛で、これと同じようなところに印を打ちます。これは何本調子ですか？これ6本だね。6本のドレミ調ですね。こんな感じで置いて、ちょっと太いな。多分これね、俺の印の打ち方はね、なんて言うんだろう、ランダムじゃないけどちょっと雑だと思う。印もっとちゃんと打つ人もいる。こういう感じで、縦の線がビーッときて、歌口と指穴の位置が、そしたら下穴を開けます。中掃除してないわ。掃除しよう。竹の中って結構白っぽい
ものが汚れてて、それはあれですか、取った段階、あ、そっか、まあいろいろね、乾燥、でも乾燥させて別に出てくるわけではなく、まあ、必ずなんかね白い、まあ、紙みたいなチクシって言ったりするけども、ものが入ってて、それを掃除してあげるから。でこの後下穴を開けます。まず歌口の下穴を開けます。うちの父親が建具屋だから、こういうねインパクトドライバーとかよく使ってるの見ますけど、やっぱり竹って硬いんですね、そう考えると。硬い。で本当はボール板で開けたいんだけど、こう場所が狭いから、ボール板は置いてなくて手動ででここから歌口を開けていきます。割と、歌口作りたい穴よりもかなりちっちゃめで下穴を開けるんですね。そうだね。でここから歌口を掘っていきます。歌口の作り方も職人さんによってだいぶ変わるので、そうね、この作業はかなり重要ですね。これでだいたいざっくりこんな感じかな。おー、よく見る歌口の形になりましたね。そうでこの後に今度指穴の下穴を開けます。ちなみにこの段階でも音は出るんですか？出る。塞がってないけど、ゆっくり吹けば出ると思う。ここ塞げば出ますかね？出る出る。おお、出る。出ますね。すげえ。はい、ありがとうございます。から指穴の下穴を。はい。全部下穴を開けて歌口を掘るっていう方法もあるんだけど、なるべくずれちゃうと嫌だから、でっこで今やってます。はい。この竹はね硬い。だいぶ硬そうですね。硬いね本当に竹。俺の好み的には硬い笛はだいぶポテンシャルがあると思ってるんで、ね、レスポンスいいからね、いい笛になるんじゃないかと。これが下穴を開いてる状態です。これ吹いてみてもいいですか？出るかな。確かにゆっくり吹けば出ると思うんだけど。なんですね。これで下穴がよく見るドレミ調のこの指穴の位置になりましたね、穴が。まあ缶尻がちょっと狭い状態なんで、これを少し広げます。はい。この缶尻のその削る大きさもやっぱりいろいろ。そうだね。まあ竹によって水槽感にも関係する。まあこんな感じに、さっきより広がる。だいぶ広がりましたね。わかるか。広がりましたと。広がった。ちょっとしの余分な部分を切って。はい、ということでですね、今あらかた笛の、歌口の調整など、あと館内の調整などが、終わりまして、次からはですね、とても大事な調律の、工程に入るそうです。でバツさんはおそらくパソコンにですねチューナーがついてて、あそこに、向かって笛を吹いて、音出して、で、その調律、出た、メーターに合わせてどんどん削っていくっていうことをやってると思うんですけど。はい、その通りです。はい。なんか気をつけるっつってもいろいろあると思うんですけど、高くなりすぎないようところから音合わせ、高くなると下げるのが難しいので、高くしても大丈夫な音もあるんだけども、今この2の指で、はい、ちょっ
と低いと思うんだけどこれを上げます。はい。どうやったら上がる？穴をですね、下穴から大きくすると音程が上がります。歌口の方向に広げると。歌口方向に広げると、音程が高くなる。はい。逆に下に開けてもあんまり音程には差がない。まあ上がるは上がるけども上に開けるよりかはなるほど。っていう形かな。しかも俺がすごいなと思うのはこの調律をしながらもやっぱりこの指穴のこの開け方によって吹奏感が変わると思うので、それもそうだね。考えながら調律もしてっていう風に作業してるのがすごいなと。今入ったと思うんだけど、はい、まだちょっと低いでしょ。でちょっと低かったらもうちょっと削って、はい、だいたいその1本あたりどのぐらいで制作？そういうこと。制作時間？調律は30分。調律30分。じゃあトータルだとまあ塗り含めず、音合わせだけだったら30分ぐらいかな。篠笛は。篠笛は。で間だけになってくるとやっぱり。間だけになるとドハマりすると本当に5時間とか読みが外れちゃうとね。なるほど。さっきよりかっていう感じでやってます。はい。はい。これが調律の工程ですね。これを一つ一つの穴開けていくって感じですね。はい。でまた穴開け終わったら中を調整したりしないと合わないので、これまた微調整してっていうのがあります。穴開けてからまたさらに中をやっていくって感じです。辻褄を音程がドレミの上で辻褄を合わせなくちゃいけないのでそれをやります。なるほど。ざっと塗り以外の工程はこうやって進んでいくという感じですね。そうでね。でね、調律が終わったらば表面結構ツルツルでエナメル質なので、このツルツルしたのを落としてで吹き漆なりさっきの黒虎とかにする形に。ちなみにその塗りをしない質だけの状態の時はそのまま、このままで中だけを塗っていく形。なるほど。で作業割合がどうしても漆塗りが多くなっちゃうのは、調律は1本につき1回で終わるんだけど漆塗りは4回とかあるから1対4の割合で漆塗りがどんどん溜まっていく。いっぱい彫っちゃうと。なるほど。彫りつつ塗りつつってこうやっていく形。今ある程度、制作の風景を撮らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。いろいろ笛の種類の説明とか音色の違いの差とかいろいろ聞かせていただいて、とても勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ後編もちょっといろいろ撮りたいなと思いますので、そちらもぜひお楽しみに。じゃあ1回前半はこれで以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。